皆さんこんにちは、犬です。今回は出花ごてデコテ。皆さんはコテ得意ですか？苦手ですか？コテはね、得意な人と苦手な人に特に大きく分かれる感じがしますよね。面や胴はちょっとぐらい雑に打っても当たってくれたりするけど、コテは小さいし動くし苦手だな。デコテ、なんとなく手出すタイミングはわかるけど、これ合ってんのかな？こういう方は少なくないのではないでしょうか。わかります。苦手、嫌い、見ない、やらないではなく、苦手なのにちょっと見てみようかなって今見てくださってる方がいるとしたら素晴らしいことと思います。苦手だし自信ないけどちょっと見てみるか。その1タップ、1クリックがあなたを変えるかもしれない。そういうつもりで一つ一つの動画を精一杯作っております。よかったらインスタグラムや X などもフォローしていただけると嬉しいです。今回の目次、そもそもデコテって何？失敗パターン別ポイント解説、練習方法紹介、基本形、出花のコテ、デコテを打つときに僕が大切にしているポイントや練習方法を説明させていただきたいと思っております。では行ってみましょう。そもそもデコテって何？通常このようにじっと構えている相手にはコテを打っても当たりません。だからコテというのは相手が構えていられない状態を作って打つのが基本です。面を避けさせたり、手元を浮かせたり、打とうとして手が上がるところを狙ったり、その中でも出花のコテというのはこのように相手が面を打とうとした時に空いてしまうコテを狙う技です。使えるようになれば相手はあなたに対して打とうとして打たれちゃったらどうしようと思うようになりますね。実際に相手を崩して自分から打つだけでなく、相手の打ってくる力を利用して打つこともできるようになり楽しいです。ではポイントを見ていきましょう。失敗パターン別ポイント解説。ここからはデコテを打つときに多い失敗から原因と直したら良くなるポイントを見ていきます。失敗パターン1、うまくコテに当たらない。まず基本のイメージとしてここではなくここを打つイメージを持ってください。その時に打たなきゃと必要以上に力が入りすぎてしまうと前にある右手で竹刀を運んでしまいます。そうするとこのように左手の位置はここに来てしまいますね。竹刀の角度はこうです。そうするとこのように相手の唾や竹刀に当たり失敗しやすくなってしまいます。ポイント、打つのは竹刀の先側の部分です。左手でここをコテの位置に運ぼうとするとこのように自分の竹刀と相手の竹刀は平行になります。ここに右手をつけてみましょう。実際には両手で打ちますがイメージはこんな感じです。失敗パターン2、先に面を打たれちゃう。相手が面に来るとこ打つのは分かってんだよ。みんな簡単に言うけどさ、そこ打つと面打たれちゃうんだよ。分かります。でも大丈夫。原因は踏み込みの大きさとタイミングです。今回の動画、ここが理解できればもう OK というほど重要なポイントです。振り、
相手も面を打ってきているので、もたもたしていると危ないですね。振りが大きいと時間がかかって面を打たれてしまいます。ポイント、コンパクトに打てるように意識しましょう。踏み込み、背面の動画でもお伝えしましたが、相手も前に出てくる手花の技では、あまり大きく前に出ない方が成功しやすいです。自分が大きく動くほど相手は小さい動きで済むので、結果的に相手の方が速くなってしまいます。ポイント、踏み込みもコンパクトに。タイミング、結論から言います。最重要ポイント、相手が面に動き出す前に小手を打ち始めるのが重要です。どういうことか分かりやすく説明するために例を用いてみます。今回はタイミングを理解しやすくするために、面と小手のスピードを同じ9だとします。一緒に打ち始めるとスピードは同じなので、面と小手同時に当たりますね。僕のこれまでの経験上、この場合面に旗が上がってしまうことが多いです。面の動作と小手の動作を9個に分けてみます。ここの面が5の部分で小手を打ちたいはずですよね。ってことは面が5の時に小手は9のところになってないとダメですね。でもスピードは同じだとしたら、どうすれば面が5の時に小手は9のところになっているでしょうか。そうです。面が始まる前に小手の動作が始まっていないと間に合わないってことです。うまくいかない人の多くは一緒に打ち始めてしまうか、面の動作の4ぐらいまで見てしまってから小手を打ち始めてしまうのです。相手の面打ちの動作の前、まだ構えている相手からそろそろ打ってきそうだな、打ちたそうにしているな、など少しでも感じ取れたら勇気を持って打ち込むのが初めは大事です。練習方法を紹介。1、手。元立ちは構える。打つ方は踏み込まない。音や打ちの強さは意識しなくていいです。先側を当てることと相手の竹刀に平行を意識しましょう。2、踏み込み。足半分から1個分ぐらい踏み込む。大きく出過ぎないこと。膝を高く上げないこと。これでも少し音が鳴るように練習していきましょう。左足も引きつけます。3、手と足を合わせる。踏み込みが加わることで打ちの強さも少し出るようになります。必要以上に強く打とうとしなくていいです。打つ前の予備動作が入らないように気をつけましょう。左足が動く、状態が不安定、打つ前に竹刀が下がるなど。4、タイミングをつかむ。元立ちは小手を打つ動作が見えたら手元を上げる、上がったら打つ。これではダメです。さっき確認したけど、この4を見てから打ち始める癖をつけると実際には面に乗られてしまいます。小手を打つ方が先に動く。そ
それを見た元たちが手元を上げる。ここを打つ。この感覚を徹底して養いましょう。5、一連の動作で行う。スピード感はゆっくりから行います。入る、打ち始める。元たちはそれを見て打ち始める。小手を打つ、斬新。できるようになってきたら徐々にスピードを上げていく。6、少し実践に寄せたタイミングの練習。画面の犬に向かって構えてデコ手を打ってみましょう。構えて狙って打ってみてください。竹刀がなければ手だけでも OK です。見てタイミングを覚えるだけでも OK です。皆さんはここまで練習してきたことに加えて、打ってきそうな気配を感じ取り、少し先の未来を打ってみる練習をしましょう。まず前半パートで僕が今と合図します。そこに合わせて打ち込んでください。これでタイミングを確認しておきます。次に後半パートでは今の合図を出しません。画面の犬と勝負してみてください。失敗しても全然いいです。楽しくやりましょう。いきますよ。今、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 基本形、ポイントを意識し、6つの練習を1つずつできるようになると、このように打てるようになります。まだまだこれは基礎。それでも十分試合で活躍する技です。ここまでを理解し、できるようになれば、いろんなタイミングや打ち方を自然とできるようになっていきます。次回は基礎を応用したデコ手の打ち方をご紹介していきますので、お楽しみに。はい、いかがだったでしょうか。出鼻小手、打てるようになっちゃいましょう。小手が苦手な方でも慌てず時間をかけて一つ一つできるようにしていけば、必ず打てるようになります。失敗を楽しみながら一緒に頑張りましょう。まだの方はチャンネル登録といいねをお願いします。メンバーシップではさらに深く剣道を楽しむための情報を共有させていただいております。よかったらメンバーシップの登録も検討してみてください。一緒に夢を叶えていきましょう。次回は今回学んだことを活かして少しレベルを上げてデコ手の使い方を紹介させていただきたいと思います。お見逃しのないよう Instagram、X のフォロー、YouTube の通知もオンにしてお待ちください。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。